面接で一番厄介なのは、これも賭けです。ギャンブルです。その時にやっぱりあまり耳障りのいいバランスの良い答えをする人間は危険だっていうのがね。面白かったのが、ある時女性の編集者たち最低員がみんなおしなべて点数が低いんですよ。なんで低いのかって問い詰めたら、オタクだからって言われて。オタクの男子はなんかこうキモいっていう言い方をされてね。で僕は大反論を打ちまして、でこれからはオタクの時代だと申し訳ないけど、僕らの作る本を買うのはオタクだと入れました。で僕の雑誌に撮りまして、当然すごくいい編集になりましたよ。実は僕も何になっていいかずっと大学4年間の間迷ってまして、でなんで法学部に行ったかっていうと、親父がやっぱり文学部だとお金を出さないって言われて、だったら弁護士になって楽してお金を儲けようと一生懸命勉強しようと思って入った大学の最初の憲法の授業で、全く講義の内容が頭に入ってこない、教科書も面白くないってことで1週間で弁護士になることを放棄しました。でその後学生時代にしかできないことは何かなっていうことで、ひたすら本を読むっていうことを自分に心がけまして、それに没頭した4年間でしたね。で3年の終わりに就職をしなきゃいけないっていうことで、ところがオイルショックがあって、僕ら就職シーズンはその直後翌年だったんで、メーカーの半分が採用中止になったんですね。例えばテレビ局は全部中止で、僕がとりあえず一番行きたかった出版社でいうと文藝春秋が中止。そんな時で非常に困惑しました。で就職の時にそういう日々を送ってた自分が、じゃあどこだったら入れるのか、どこいう職業に適性があるのかっていうことを考えまして、自分が一人優れてると思われる項目をざーっととりあえず30から50個書き出して、一つ一つ本当にこれが人より優れてるのかどうかっていうね、自分に問いかけて消していったら、実は1個しか残らなかった。人よりたくさん本を読んで、それはそうですよね。さっき言ったように4年間それだけ心がけてやってきたんで、じゃあ本をたくさん読んだってことは本を書くか本を作るか、これ2択ですね。ところが本を書く作家になるには僕は致命的な欠陥があると自分で分かったと。なぜかというと、今日こうだと思っていても明日朝起きると、例えば今日ものすごく辛いことがあって、そのことを書こうと思って明日朝起きて天気が良くて青空を見ると、気持ちいい朝だなって言ってすっかりもうそのことを忘れてると。こういう性格でやっぱり作家になれないんで、出版社を受けようと、編集者になろうというふうに思いました。そうですね、面接で一番厄介なのは、エントリーシートも読んだり質問したりするんですけど、短時間で1人30分がせいぜいですからね、やり取りして本質が分かるかって言ったら分かんないんですね。これも賭けです。ギャンブルです。で噛んでいくしかないんですけど、その時にやっぱりあまり耳障りのいいバランスの良い答えをする人間は危険だっていうのがね、僕の中にはあって、アンバランスの中に熱を感じられるっていうのがやっぱり僕の欲しい人材なんでね。何かが好きだって熱量を感じられる人がやっぱり僕は面接で印象に残るんで、そういう人を取ろうというふうにね心がけました。いくつか記憶に残ってる編集者たちはいるんですが、面白かったのは、ある時今でも V ジャンプって編集部にいるやつがいるんですけど、最終集計で面接員が集まって集計するんですね。それぞれ何点何点。僕はいい点数つけたんですが、女性の編集者たち最低員がみんなおしなべて点数が低いんですよ。なんで低いのかって問い詰めたら、オタクだからって言われて。オタクの男子はなんかキモいっていう言い方をされてね。で僕は大反論を打ちまして、でこれからはオタクの時代だと申し訳ないけど、僕らの作る本を買うのはオタクだと。そうじゃないと雑誌をもう買ってもらえないと。だからそのオタクの代表で分かっている彼を入れるのは僕はものすごく大きな戦力になるから、ぜひ入れたいってね。大変申し訳ないけど、あなたたちの雑誌には多分配属されないから僕のところで撮るからって言って入れました。で僕の雑誌に撮りまして、当然すごくいい編集になりましたよ。
異常な質問が飛んだりして詰まったりするっていうこともあるんですけど、その時に一番大事なのは、まあ答えが返せれば一番いいんですけど、それよりも僕らが見てるのはボディーランゲージですね。表情とか、言われた後のどういうふうにこう立ち直るかとか、ものを一生懸命言おうとするとかって、その瞬間を見てるんで、自分という個性を失わず諦めない人間は意外と作品をものにできる。周りに合わせる人間は最初は評判がいいけどやっぱり消えていく場合が多いですね。うん。